はーい、藤子です。今日はドアノブカバーを作ろうと思っております。まずは15センチぐらいのね、円形の布が欲しいので、それに足りる布を2枚用意します。で、この刺繍枠が15センチなので、ちょうどいいかなと思ってね、今回はこれを使いますが、ご自宅で15センチぐらいのものがあったらそれを使ってもらってもいいですし、コンパスとかでね、円を描いて、型紙を作るでもね、いいと思いますよ。15センチで、縫い代を1センチぐらい欲しいので、1センチぐらいね、余裕を持って置いてください。で、1センチぐらい外側を切っていきます。で、ひっくり返す作業がありますので、空き止まりね、布が別に分厚いわけでもないので、3から5センチ程度ね、開けて、で、周りを縫っていきます。ひっくり返す作業があるので、ほどけてくると嫌なのでね、最初縫い始めと縫い終わりは返し縫いをしていきます。2、3目程度ね。で、周りをずっと縫っていきます。で、返し口を3センチ程度残して、返し縫いをしてね、玉留めをして、で、ひっくり返すんだけども、見えないところになっちゃうからね、丸い形に綺麗にしたければ、カブのところはね、切り込みを入れてひっくり返してあげると綺麗に仕上がるんだけど、見えない場所なので、今日は手抜きしてね、このままひっくり返しちゃおうと思いますよ。こんな感じでひっくり返せました。で、またさらにね、内側1センチより、ちょっと太い感じ。要は縫い代がね、1センチだったから、それを噛まない程度、周りをね、また縫っていこうと思いますよ。今度は全部ね、縫っちゃっていいので、くるっと一回り、一周縫っていきます。では、こちらをね、表にしようと思うので、裏から縫っていきます。はい、一周縫えました。はい、で、こんなね、ゴム紐をやっぱりね、15センチぐらいかな、用意していただきまして、安全ピンで端っこをね、止めて、で、先ほどの空き止まりの穴に突っ込んで、ゴムを通していきます。では一周したので、安全ピンを取って
でね、端を結んで留めていきます。で、なるべく中に入れるようにして、で、全体を均等になるようになじましていけば、こんな感じで完成です。どうでしょうかね。サイズは合うかな。こんな感じですね。はい、あとはこんな感じでね、ボタン付きのも作ってみたよ。あとはね、こんな風に刺繍入り。このドアの取っ手がね、鍵付きの取っ手で今撮影してるので、ちょっとのことになってしまうが、鍵がないところにね、大概このドアノブカバーはつけると思うので、というわけで本日もご覧いただきありがとうございました。チャンネル登録、グッドボタンよろしくお願いいたします。ではまた、バイなら。